今回は自律神経症状の改善方法です。こんにちは、パク先生です。皆さんは自律神経症状と聞くとどういった状態を想像しますか？こちらをご覧ください。どうでしょうか？一言に自律神経症状といってもこれだけ多岐にわたるということで正直驚きですよね。これまで自分には関係ないと思っていた人もこれを見て自分にも当てはまるところがあるという人は多いんじゃないでしょうか。自律神経症状の大きな特徴として症状が慢性化しやすいということが挙げられます。慢性化する、つまり長期間にわたって症状が続くのには訳があります。今挙げたような症状に悩まされている場合、多くの方は医療機関を受診しますよね。例えば病院に行って様々な検査、評価が実施されると思います。ところが検査や評価の結果が異常なしと言われることが非常に多いんです。症状の訴えがあるのに客観的な検査や評価の値に異常がない場合、どうなるのか。そうです。加齢が原因なのでしょうがないとか、気のせいとか、メンタルの問題などと言われてしまうんです。場合によっては気休め程度に症状を緩和するための薬を出されたりします。ただ根本的な解決方法ではないので症状は残り続けます。そのため多くの人はある時点で途方に暮れてしまいます。これが自律神経症状がなかなか改善されず長引いてしまう原因なんです。今回の改善方法はそういった長期間にわたってお悩みの方には特におすすめなアプローチ方法になります。ぜひ実践して慢性的な不調を改善させましょう。このチャンネルでは痛み改善、自律神経、美容など日々の健康に役立つ情報を配信しています。今回のセルフケア以外にも血圧や頭痛など体の不調を根本原因から改善するノウハウを発信しています。概要欄に貼っておきますのでチャンネル登録していただいて他の動画もチェックしてみてください。様々な症状を引き起こす自律神経の不調ですが、今回はある一つの箇所にポイントを絞って改善方法をお伝えしようと思います。それは上部頸椎です。上部頸椎、聞き慣れない言葉だと思います。ざっくり言うと背骨の一部、首の部分です。背骨は頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾骨からなります。頸椎とは首の部分の骨になります。上部頸椎とは一般的に第一、第二頸椎を指します。この上部頸椎が自律神経症状改善のための重要な鍵になります。まず上部頸椎は脳および脳幹と体をつなぐ役割をします。具体的には脳および脳幹と体の間に位置し、物理的に頭部を支える役割があります。また頭部を支えながら脳や脳幹からの指令を体の末梢に伝える中継点としての役割があります。加えて上部頸椎は脳幹を守る役割もあります。脳幹の中にある視床下部は自律神経の最高中枢と呼ばれ、自律神経全体の調整に大きな役割を果たします。また同じく脳幹の中にある延髄は心臓血管中枢と呼ばれ、心拍数や血管の調整に関与します。このように自律神経にとって非常に重要な役割を果たす上部頸椎ですが、その性質上歪みが出やすいことで知られています。その理由は2つあります。1つ目、上部頸椎はそれ自体の大きさに対して日常的に多大な負荷がかかるからです。そうです。頭部を支える役割があるからです。ざっくりボーリングの球1個分の重量のある頭を常時支えている。ボーリングの球をこの小さい骨で支えている。これによって上部頸椎には常に大きなストレスがかかっているんです。それに加えて上部頸椎に歪みが生じてしまう大きな原因があります。生活習慣です。そう、スマホ、パソコンなどですね。あなたはスマホを操作するときどんな姿勢になっていますか？目線は下がり、肩は巻いてしまい、顔は前に突き出し、猫背の姿勢になっていませんか？頭の重みプラスこの悪い姿勢が日常的に続くことにより上部頸椎に歪みが生じてしまうんです。今回はこの上部頸椎を調整することで自律神経症状の改善を図るために、1、上部頸椎の側方アプローチ、2、上部頸椎の後方アプローチ、以上の2ステップで行っていきます。では早速やっていきましょう。ステップ1は上部頸椎の側方アプローチです。頸椎には左右の側面に出っ張りがあります。その出っ張りを使って頸椎を調整します。やり方はこの出っ張りを横から押していくんですが、注意点があります。押す強さです。首周りにはたくさんの神経や血管が走っていて非常にデリケートなので、ぐいぐい力任せに押し込むのは NG です。力加減としては押して皮膚が軽くへこむくらいを目安にしましょう。そのくらいで十分効果が出ます。
強すぎると逆効果になる場合もあるので注意しましょう。まず人差し指で耳たぶの裏にあるくぼみを探します。ここですね。その後ろに骨の出っ張りがあると思います。この出っ張り、乳葉突起と言います。この乳葉突起から前方斜め下方向、前ですね。前下方向に1本指をずらしたところが押すべき場所になります。ここです。もう一回確認です。まず人差し指で耳たぶの裏にあるくぼみを探します。ここです。このくぼみの後ろに出っ張りがあります。乳葉突起です。この乳葉突起から前方斜め下方向、前下方向に指を1本ずらします。ここが押すべき場所になります。押し方は真横方向。押す力は先ほども言いましたが、皮膚が軽くへこむくらいを目安にします。時間は10秒間押していきます。ついつい力が強くなりがちなので注意しましょう。一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側もやってみます。まず人差し指で耳たぶの裏にあるくぼみを探します。ここですね。その後ろに乳葉突起があります。そこから前方下斜め方向に指を1本ずらします。ここが押す場所になります。で、押す方向は真横です。一緒にやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ステップ2は上部頸椎の後方アプローチです。頸椎には後ろ側にも出っ張りがあります。後方アプローチではこの出っ張りを使って調整していきます。まず両手の人差し指でステップ1の側方アプローチで使った場所を探します。まず人差し指で耳たぶの裏にあるくぼみを探します。その後ろに骨の出っ張り、乳葉突起がありますね。この乳葉突起から前方斜め下方向に指1本ずらした場所でしたね。両方の人差し指でその場所を捉えたら、次はその2点をつなぐ真ん中の位置が頸椎の後方の出っ張りの場所になります。ここからここですね。つなぐ場所ですね。この場所の探し方、もう一つの方法をお伝えしておきます。後頭部、頭の骨から首への移行部にへこんでいる箇所があります。そこから指1本分下に下がった場所になります。この探し方でも大丈夫です。場所が探せたら、そこを人差し指2本で捉えつつ、軽く押しながら首を後ろに倒していきます。こんな感じですね。後ろに倒した状態で次は口を開いたり閉じたりします。1セット5回口の開け閉めやっていきます。一緒にやっていきます。押さえながら首を後ろに倒す。口の開け閉め5回やっていきます。終わりましたら顔をゆっくり戻します。注意点です。実際にやってみて思った方もいるかもしれませんが、押す場所を探すのがちょっと難しかったと思います。ただ今回のセルフケアの効果を最大限にするために重要なのは、何より正確に押すべき場所を捉えること、それから力加減を守ることです。ちょっと分かりにくかったという方は動画を再度見返しながらやってもらえたらと思います。その時は動画のチャプター機能をぜひ活用してください。概要欄にあります。今回は自律神経症状を改善させるセルフケアについてお伝えしました。自律神経症状の改善のためには上部頸椎がポイントでした。慢性的な自律神経症状でお悩みの方はぜひ一度お試しください。セルフケアは継続が命です。毎日最低1回は続けていただいて自律神経の不調から卒業しましょう。この動画が良かったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただけたらと思います。あと生活改善情報のチャンネルも開設しています。健康と節約を切り口にした生活改善情報を発信しています。こちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。